今回なんですけど、YouTube の歌ってみた動画に関する解説をしたいと思います。歌ってみた動画って、要は J-POP ですとか、自分以外の方が作詞作曲をしている曲について、作詞家とか作曲家の承諾を得ずに、ある意味勝手に歌ってみてるわけですけど、それって著作権的に問題がないのかどうかっていう話になります。そういう動画、普段何気なく目にしますけど、あまり深く考えたことなかったです。まず理解してもらいたいのは、著作権ってすごい簡単に言うと、他人の作品を勝手に YouTube にアップしてはダメっていう権利なんですよ。だから典型的に言うと、例えば買ってきた CD を自分の YouTube 動画の BGM にするっていうのはダメなんですけど、ちょっとこの話は今回はまた別の話ってことで、概要欄に貼っておくので見てみてください。 BGM について詳しく知りたい方は概要欄をチェックしてみてください。で、歌ってみた動画なんですけど、この話って著作権が守る他人の作品っていうものがそもそも何を指すのかというのが問題になります。これちょっとややこしいんですけど、音楽の場合って楽譜とか歌詞とかそういうのも作品ですし、それを録音した録音データっていうのも作品になります。作品にもいろんな形があるということですね。ただ正確に言うと音楽を録音したデータっていうそういう他人の作品を守る権利って著作権ではなくて原版権っていうんですけど、ちょっとこの話は今回は割愛します。ただ言えることとして楽譜とか歌詞っていうのも作品なので、他人が作詞作曲した音楽についてそれを勝手に歌って YouTube にアップすると、これ著作権侵害になるっていうのが原則なんです。知らないうちに法律違反をしてる人たくさんいそうですね。で、じゃあいわゆる歌ってみた動画って全部ダメなのっていう話なんですけど、これちょっとややこしくて、結論から言いますと、ジャスラックに登録されてる音楽であれば OK で、なぜ OK かというと、ジャスラックって YouTube とか、他の動画共有サイトなんですけど、そういうところでは楽譜や歌詞を使っても OK っていう許諾を出してるんですよ。じゃあ制限はあるけど範囲内でルールを守れば OK っていうことですか？ここって法律的に結構難しい概念なんですけど、著作権とライセンスの関係なんですけど、著作権って所有権に似ています。例えばマンションの部屋を買いましたと。で、買ったという場合に手に入るのは所有権ですよね。で、だから自分はそのマンションの部屋を自由に使えると。でも一方で、例えばその人がその部屋を開放して皆さん遊びに来ていいですよって言っていれば部屋に来て遊んでもいいと。そういうふうに他の人に対して所有権を持っている人間が OK を出すっていうこの概念がライセンスに近い。だから著作権を持っている人がこの音楽に関しては YouTube で歌ってみたをやってもいいよっていうライセンスを出してくれれば、そのライセンスの範囲内では自由に音楽を使ってもいい。こういう関係になります。そのあたり曖昧に済ませてしまいそうですね。ここら辺って結構難しいんですけど、最初にも言ったみたいに音楽って楽譜とか歌詞っていうレベルでも作品ですし、それを録音したデータっていう意味でも作品です。で、ジャスラックが管理してるのって録音したデータの部分ではなくて楽譜とか歌詞っていうレベルなんですよ。で、そこの部分に関してはジャスラックが OK を出してくれてる。だからそういうものに関しては使っても OK っていう関係になります。なるほど。他に気をつけるポイントはありますか？音楽データに関する権利、原版権というんですけど、これを管理しているのはジャスラックではなくてレコード会社です。なのでジャスラックが OK と言ってるからといって、例えば iTunes で買った音楽を BGM に使ってしまうとか、そういうことはやってはいけないわけです。楽譜と歌詞ということは音物、つまり CD のオフボーカルなど含まれないということですか？そうなんですよ。ここちょっと誤解してる人もいると思うんですけど、ジャスラックが OK 出してるのってあくまで楽譜とか歌詞に関するものです。で、CD とかについてるインスト版とかカラオケ版ってあれあくまで楽譜や歌詞を元にしてミュージシャンが演奏をしてそれを録音してるデータなんで、これつまり音楽データっていう作品なわけですよ。で、その権利を管理してるのはジャスラックではなくてレコード会社なので、そういうデータを使おうと思ったら本当はジャスラックではなくてレコード会社に毎回ちゃんと OK もらわないといけない。それをOK もらわずに勝手に使うのはダメっていうのが原則になります。その線引きをきちんと認識することが大切ですね。歌ってみた動画が合法になるのはあくまで楽譜や歌詞だけを使っているパターン、つまり自分で演奏して自分で歌ってみるっていうそういうパターンだけなんですよ。
実際に有名な YouTuber さんの歌ってみた動画とかって DTM を使うとかして、CD のインスト版は使ってないと思いますね。とっても勉強になりました。そういうオフボーカルの音源を配布しているチャンネルも見たことがあるので、自作できない人は活用してみるのもいいかもしれませんね。今回は歌ってみた動画を著作権侵害にならずに撮る方法についてのお話でした。ご清聴ありがとうございました。